こんにちは。アニメ紳士です。今回はこの素晴らしい世界に祝福を3第1話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。この素晴らしい1話だった。アンテ変わるわ。草、面白いなやっぱ。オープニングが相変わらずいつもの感じでいいぞ。そこは略さないでくっ殺せーって叫べ。ぶっころで終わった。相変わらずのノリで安心した。当ててんのよ、トラウマを乗り越えた。うわ、オンニャに誓ったぞ。トラウマを克服してもうた。金の余裕は心の余裕。当ててんのよって言葉に著作権があったら作者も今頃大金持ちだったろうに。元ネタが19年前という事実。これは呪いのアイテムじゃないのか、金を出した分不幸が訪れるとか。絶対後でろくなことにならないパターン。クズマは別に小槌必要ないほど富豪なんだけどな。正ヒロイン来た。パンツ盗まれる人だ。バランス崩壊アイテムだから回収されたのか。そんなすごいものをなぜあの冒険者は。このままだと堕落して魔王討伐に動かなくなるからだろう。いや、死んで埋まっていた方な。唯一の取り柄の家柄。いや、家柄なくてもその体があれば。やっぱり厄介ことじゃないですか。3期はダクネスがヒロイン扱いなのか。2期前半のがよほどヒロインしてたでしょ。3期もダクネスの話なのか。カヤノンの演技やっぱ面白いな。カズマなら何回も首飛んでるだろ。首飛んでも復活しますし。クズマさんが相変わらずで安心した。ブランクと制作が変わった割にノリはそのままだったな。安楽少女、擬態するモンスターは結局カズマが討伐したの。うちでの小槌から出たお金が偽金でしたというオチかと思ったら小槌盗まれちゃった。面白かった。メグミントのフラグがビンビンに立ってるけどくっつくんか。原作は知らん。メグミンのヒロイン力が増してる。ラブコメか。風の噂でこのスバ3期から恋愛成分増えてくると言われてたけどマジだったんだな。ずっとギャグ全振りでいくんだと思ってた。1話目からめちゃくちゃだな。珍しくダクネスが常識人ポジに。1話は劇場版要素多かったな。むしろ劇場版の後日談で来週から本編だわ。やっぱ面白いな。乗り換わらなくて安心する。ダクネスおっぱいでかすぎだろ。このスバのソシャゲ2ヶ月だけやってたから王女のことちょっとだけ予習しちゃってるわ。やっぱメグミン主役のやつはカズマさんが足りてなかったんだなって。本当にテンポの良さは相変わらずだな。1話濃すぎると失速するぞ。原作者も知らないドラゴン。面白いな。やっぱスピンオフに足りなかったのはクズマさんだわ。めっちゃ動くオープニングだ。ドラゴンの一撃耐えてる。金崎隆臣ってこのスバ映画作って燃え尽きたから3期の監督はやらないとかごちゃんに書かれてたけど、ちゃんと脚本絵コンってやってるじゃん。ダメ神ってもっと垂れ乳じゃなかったっけ。爆裂は途中で見るのやめちゃったから飽きたのかと思ったけどこっちは面白かったわ。やっぱこのメンツ揃ってないとダメだな。疾走感のあるオープニングだな。没落貴族になるとかド M のダクネスからしたら嬉しそうなのに、こういう時は反対するんだな。変に常識人だな。暫定1位でそういないな。制作は変わったけどスタッフは大体そのままなんだな。まあ映画の直後の話だったから映画を見てないで文句言ってるやつがあぶり出せたのが面白かった。戦闘員派遣しますのに気を作ろう。1期予告、カズマさん手紙。2期予告、ユンユン手紙。ときて3期はそうきたか。これは別の幹部の予告もあるな。どうせまた途中で切れると思ったら切れた。今回は映画でカットされた腰水出ただけやったな。やっぱりスピンオフの爆炎より圧倒的に面白いな。この4人でこそこのスバなんだな。凶悪なモンスターだったな。中の人も豪華で草。相変わらず面白くてよかったわ。安楽少女はフリーレンの魔族を思わせたけどギャグで即終了させたのは笑った。うちでの小槌をクリスが盗んでいったのは
エイス様関係の品なのかね。あれは仁義だからかとアクアが見覚えあるって言ってたから。映画の続きからの話になってんのかな。見たのだいぶ前で忘れちゃったぞ。つい何日か前にテレビでやってたし、アベマだと定期的にやっとる。面白かったけど取り留めのない1話だった。次回から出てくるお姫様がメインのエピソードなのか。やっぱ面白えな。このスバと影の支配者は面白いや。邪神ちゃんロスで開いたクズの穴がやっと埋まる。この表情芸とは芸でしか得られない栄養分がある。アイテム入手してる時点でカズマさんがバッサリやっとる。あえて描かないあたりはうまいと思った。狙ったわけじゃないだろうけど、フリーレンの魔族のグダグダをギャグで消化しちゃうあたりはさすがやで。見るのに気嫌いだけど全然変わってなくて安心した。死ぬほど面白いわ。今季ナンバーワンなんて。帰ってきたな、このスバが。3期始まっても相変わらずくだらなくて安心だわ。このスバはこれでいいよ。時間帯もちょうどいいし、まったり見ていこうかな。ついこの間前作が放送してたんじゃないかと錯覚するぐらい、一瞬にしてこのスバワールドが目前に広がる素晴らしき1話。面白おかしく苦難を乗り越えてきた間柄だからこそのエモと、それをぶち壊すカズマの煩悩は相変わらずで、また珍道中が見れることに感謝。この作品、期待を裏切らない。カズマの悪夢は強烈でした。そして出家という試練に震えてきますよ。なのに金が出てくる小槌を手に入れた瞬間に手のひら返しというのも笑えます。今度の冒険は何をやらかしてくれるのか楽しみです。これだよこれ。表情豊かで情緒が激しくて、ジェットコースターみたいな勢いと、この底抜けに明るい作風だよ。久々にこのスバが帰ってきたって感じだね。初手から面白すぎる。このスバの時代だ。悪夢とトラウマを抱えるカズマさん。表情管理が完璧でテンションの緩急までおかしい。いや情緒がコミカルすぎる。4人が揃ってるだけで安心感がジェットコースター。最初から最後まで笑い続けられるとか、なんて作品だ。強すぎますやん。実家のような安心感。帰ってきた憎みきれないろくでなしどもの冒険探。話として冒険者に嫌気がさしたカズマが出家しようとする内容でしたが、結局のところ元に戻ってるあたり、カズマってこのパーティーで冒険者やってるのが一番だと思うんですね。明日は自分で歩けよとカズマに言われ、200点満点を出すために駆け出す意思表示を満点の星を見上げ宣言するメグミン。そして手元にある揺らぐ炎に5つを抜かすメグミンの姿を見ると、今後の爆裂魔法への成長がしっかり持てます。紅伝説と爆炎とメグミンの爆裂魔法を描き、その後日談を200点満点へ向け駆け出す姿で見せる序盤。その後このスバが帰ってきたと思えるグッドを筆頭とした安楽少女や王女アイリスからの勧誘を経た4人のドタバタぶりが見れて最高でした。3期になってもこのグダグダ感は変わらず面白い。別に大きな出来事や物語があるわけじゃなく、くだらないことで笑わせに来る感じ。勢いで笑いに持っていく感じ良いよね。今期のお笑い枠としては贅沢すぎる。ついに帰ってきた第3期。ノリと勢いとテンションと、これぞこのスバですね。ストーリーのテンポの良さはさすがですが、やはりコメディとしてのレベルの高さも群を抜いていますね。カズマたちの次なる出来にも期待です。紅伝説を見ていない自分にとってこのスバに触れるのはおよそ6年ぶりだというのに、まるで初見当時に戻ったかのように、この流れるようなギャグの波を楽しむことができた。これから毎週頭を空っぽにしてこのアニメの魅力を満喫したいと思います。映画前提でぬるっと再開しました。モテ期のトラウマを癒したのは愛とか仲間ではなくて、やっぱり金というのがさすがカズマさんです。相変わらず見ていて笑顔が止まらないですね。オープニングもまともにいいやつみたいです。悪夢で情緒不安定になったカズマは出家を決意。メグミンは山を吹き飛ばし、非母欲を武器にする魔物を討伐するのだった。前半だけでなんなのこの話。笑い。いや面白かった。メグミンカズマの友達のラインをギリギリ半歩踏み越えてる。寸劇ラブコメが相変わらず良い。
触れない伝説最後に120点をあげたカズマに、200点満点の爆裂魔法を見せたいなんていうメペニンはもはや告白のようで、二人のロマンあふれるシーンがこのスバフィルターでへし折れるところ、後半のエピソードまでらしさ200点満点な開幕。1話からアクセル全開、爆笑のオンパレード、いい加減飽きるかなって思ってたけど、全然そんなことなかった。てか2期より動き良くなってる気がする。はい、カズマです。やっぱ最高だわ。相変わらずこの作品は話の転がし方がうまい。予告にも笑えるって完璧。元気出た。200点の爆裂魔法という言葉のインパクトとは対照的に映る静かに燃える炎がカズメグの恋の予兆を表してるようで好き。このスバの面白さを再認識させてくれるテレビアニメ約7年ぶりの続編はその年数に反比例して一瞬で終わってしまう体感時間。3期最高の開幕に心躍る。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。